You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の推しアイテム35点以上、リアルな暮らしの中で使っているものだけを紹介しながらルームツアーをしていきます。さらに私の推しトップ5も紹介します。はい、どうぞいらっしゃいませ。こちらは玄関です。靴箱収納の扉を2枚外しまして IKEA のショッティスというのれんをつけています。こちらはハサミやカッターで簡単に切れるので便利です。狭い玄関を少しでも広く感じるためにこのようにしました。ここは IKEA のベンチを置いています。今は廃盤になってしまいましたが、似たようなベンチありますので検索してみてください。このクッションは IKEA のアウトドアファニチャー用のクッションです。とても頑丈な生地です。空間があるので子供がランドセルを背負ったまま靴を履くことができます。向かいには姿見、鏡がかけてあります。こちらも IKEA のリンドビーンという商品です。とてもシンプルなデザインです。こちらは横向きに設置することもできます。こちらのミラーの設置方法は別の動画で詳しく紹介していますのでご覧ください。こちらの収納扉の中には傘など収納しています。こちらのフックは IKEA のポーリケという商品です。棚板にクリップして使うものなんですけども、空間を有効活用できる収納です。お値段もお手頃で結構頑丈なのでおすすめです。でこのポーリケというシリーズはキッチン収納用のものなので、売り場はキッチン収納コーナーにあるかもしれないですね。ちょっと注意して見てみてください。ここにかけると傘が一本一本取りやすいですし、掃除もしやすくなって気に入っています。でこちらも私のお気に入りの IKEA アイテムなんですけども、ベコスタというフリーザーバッグです。こちらはですね、折りたたみ傘をしまうのに重宝しています。こんな風に長細い形をしてまして、また持ち手もついています。折りたたみ傘を一時的にしまいたい時、電車に乗る時とかそういう時にこの袋ならパッと入れられて持ち運びもスムーズで気に入っています。で結構頑丈なので乾かして何回も使えます。この収納扉を外したことで靴の収納場所がかなり減ってしまったんですけども、入りきらなくなった靴はこの IKEA のペルクラ、もうここに入りきらなくなったものはペルクラに入れてクローゼットの天袋にしまったりしています。扉を外した場所はショッティスで目隠しをしています。ロールスクリーンよりもかなり手軽に設置することができます。頻繁に開け閉めしない場所におすすめです。でここちょっと飾り棚的な空間を作ってるんですけども、無印のルームフレグランスが置いてあるこちらのトレイがですね、私の IKEA 推しアイテムナンバー4ぐらい、多分第4位ぐらいの好きなアイテムなんですけども、こちらはトレイでして非常に質感がいいトレイとなっています。これを使うだけで、これを敷くだけで大体なんかおしゃれに見えるのでおすすめです。こちらは大小2枚のセットの商品なんですけども、こちらが小さい方になります。こちらのウォールオーガナイザーは100均のマグネットシートを貼りまして、このように玄関に設置しています。トレイとフックがセットになっていてとても便利で、明日ポストに出さないといけない封書なんかをここに置いたりしています。グレーベージュのような色味がとても可愛い商品です。はい、ではどうぞ、こちらリビングでございます。多分キッチンを入れて14畳ぐらいじゃないかなと思ってます。床は DIY で貼りました。フロアタイルです。結構質感がよくって一枚一枚ひし形みたいなのを並べました。その時に使用したフロアタイルや、両面テープなどは概要欄に書いておきます。カメラ越しに自分の部屋を見ると、なんかここが整ってないなとか気づくのって何なんでしょうねなかなか撮影できなかったんですけど、こちらのダイニングテーブルはカール・ハンセンのものです。今ちょっとカッコつけてダイニングチェア2脚しか置いてないですけども、実際は子供用の椅子がここに来ます。椅子っていうか踏み台なんですけど足がねつかない問題がありまして、これを使ってます。この踏み台も IKEA で買ったんですけど、もう廃盤かもですね。こちらのダイニングチェアも IKEA の商品でとても可愛いんです。ただちょっと座面が高いです。国によって売っている色が違うのでご注意ください。こちらの花瓶も IKEA の商品です。
水耕栽培のバジルがだいぶ伸びてきました。そろそろ摘心したいかなと思ってます。でよく聞かれるこちらロールスクリーンはですね、ニトリと楽天で買ったものを並べて使ってます。メーカーが違うと思えないぐらい隣でそっくりで並んでます。こちらのテーブルランプは最近購入したストックホルムコレクションのものです。とってもデザインが素敵で、土台もトラバーチン製で高級感あるんですけど、お値段は IKEA 価格で気に入っています。こちらは IKEA のベストという収納家具です。この中にもうリビングで使う爪切りとか電池とかなんか細々したものから書類系も全部ここに収納しています。だいたい高さがダイニングテーブルと隣のデスクとも合うようにしています。こちらはデスク横の棚です。棚に設置しているスポットライトも IKEA のものです。店舗でもこんな風に使われています。カチカチっと本体を押してオンオフできます。私はスマートプラグを使って時間でオンオフ自動でしています。でデスク横の壁に IKEA のスコーディスという有効ボードを設置しています。これはね、私が好きな IKEA 推しアイテムナンバー2ですね。アタッチメントが豊富なので自分の好きなようにカスタマイズできる収納で本当に便利です。パッと取れますしね。でこちらノートパソコンを置いていますけども、こちらはタブレットスタンドになります。私の IKEA の推しアイテムランキングナンバー1はこれですね。こちら非常にデザイン性もよくって、しかも高さも変えられるし角度も変えられるタブレットスタンドになります。でしっかり頑丈で土台も重みがあるので安定感もあります。角度がね立てられるのがかなり使いやすいんですよ。これこんなしっかりしててこの値段で作れるってもうほんとすごいことだと思います。このゴールデンウィーク中も実家に1個追加購入しました。動画視聴する時もですし、ズームの会議とかでも角度が立った方が顔が気まずくないのでいいんですよ。本当に頑丈なので、私はノートパソコン置いちゃってますけども、本来はタブレットスタンドです。で私がいつも使ってるデスク周りもちょっと紹介しますと、横はすごい大きなモニターをつないでます。モニターは大きければ大きいほど作業がはかどりますよね。でこのデスクの上にあるシェルフは IKEA の棚板を使ってます。棚板と足両方 IKEA のものを組み合わせました。こちらモニターライトはベンキューっていうんですか、これ読み方ベンキューのもので明るさが調節できて、これいいのがバックライトもついてて壁側も照らせるんですよ。なんかそれが綺麗でいいなと思って使ってます。あとこちらはですね、左手デバイスというものでショートカットをいろいろ設定できるものになってます。でケーブル類はここにマグネットをつけて裏にペタッと貼り付けるようにしています。シール付きのスチールプレートを貼っています。この白い棚板の裏にですね。こちらのミラーは玄関に設置してあったものと同じリンドビンシリーズのものです。縁が細くてモダンな雰囲気がして好きです。で横のベストとミッケのデスクの高さを合わせて使ってます。ベストの扉は前に開くのでちょっとね前に空間は必要になってきます。はい、リビング側を紹介していこうと思います。三脚が出しっぱなしです。で真ん中にドーンと置いてあるソファーはノイエスというメーカーのものです。うちはコンパクトなので IKEA のソファーはちょっと置けなかったんですよね。 IKEA のソファーって大きいですよね。いや急に何って感じですけど、ノイエスのソファーは座面が固めなところが気に入っています。疲れにくいと感じています。こちらはグラドムというサイドテーブルですと、スカーラというこちらも IKEA のトレイなんですけどもを組み合わせて使ってます。スカーラが上の方が可愛いかなって私は思ってるんですけども、折り紙をする際はスカーラが上だとガタガタするとのことで適宜組み合わせを入れ替えて楽しんで使っています。今使ってるクッションカバーも3つとも IKEA のものですし、前にあるプーフも IKEA のものですし、もう全部 IKEA ですね。ラグも IKEA です。で奥のこちらの大きな白いソファーは最近購入した IKEA のストックホルムコレクションのものです。
生地がとても可愛くて、また足もバーチの木材で質感がとてもいいソファーとなっています。座面がゆったりしているのでついつい座りたくなってしまうソファーです。組み立ては簡単そうに見えて少し難しいので時間がある時にやってください。壁際に置いてある木の板みたいなものは吸音パネルとして売られているものです。ちょっと飾り的に置いてみています。フロアランプはレクリンドのスノードロップです。土台の根元から角度を変えることができまして、シンプルながらも機能的なフロアランプです。こちらのベンチも IKEA のスコクスタという商品で今は廃盤になってしまったんですけども、残念ながらただストックホルムコレクションからたくさんいいのが出てますので、あとサイズ感が大きめなんですけども、サイズさえあればすごく素敵なのでぜひチェックしてみてください。こちらのアートみたいなものは H&M ホームで買いました。もう売り切れちゃってるかもしれないんですけど、似たようなものはいろいろ何種類か売ってると思います。フレームがねちょっと安っぽいんですよ。なので遠目で飾るのがおすすめです。テレビはすごい年代を感じますでしょ。なかなか壊れないんですよね。素晴らしいです。メイドインジャパン。このソファーとテレビの位置をねちょっと反対にしたいななんて思ってますが、できないまま撮影してしまいました。ちょっといつか反転してみたいなと思ってます。ソファーの後ろに置いてある棚も IKEA の商品です。ここに棚があるとすごく便利で、飾り棚にもなりますし、家族が使う文房具なんかもしまっています。こちらのキャンドルホルダーはシルバーのものもホワイトのものも IKEA ジャパンでは売ってないんですけども IKEA のものになっています。奥行きもしっかりあるので安定してますし、ちょっとサイドテーブル的に使ったりもします。というわけでこちらのリビングスペースもほぼほぼ IKEA のものでございました。隣の部屋は子供部屋として使っています。すぐ手前に電子ピアノを置いてまして、こちらでですね娘のお気に入りの商品があるということで紹介します。こちらはなんと洗濯バサミなんですけども、こんな風にクリップ代わりに使っています。洗濯バサミなんですけども金属ではなくて全部プラスチックなので錆びにくいというのが特徴です。勉強机の前はこちらにもスコーディスの有効ボードを設置しています。ベリーの本棚の中に教科書や学用品、ノートなどなどしまってます。こちらのティッシュケースは IKEA のティッシュケースに私がちょっと装飾してブロック風にしたものです。世界中の方がこういうのされてて私も真似して作りました。ヨーグルト、飲むヨーグルトなんですけど、このキャップがですね8本飲むのが結構大変だったんですよ。ほんとそこさえ乗り切れれば簡単に作ることができました。こちらの窓に設置している、ロールスクリーンじゃないや、これなんて言うんでしたっけ、ローマンシェードって言うんでしたっけ。IKEA ジャパンには白がなくってベージュしかないのでベージュを買ったんですけど、意外と柔らかい雰囲気で好きです。でも白があったらやっぱ白欲しいなって思います。でこれはローマンシェードはマグネットで長さ調整ができるようになっています。でこのウィンドウフィルムも私 IKEA で買って貼りました。完全に視線を遮れるので、でも光は取り込めるので結構貼ってよかったなと思います。あと子供関係のもので言うと、この足元、デスクの足元に置いてるフットレストみたいなものはとってもいいですね。これずっと愛用しています。今はグリーンみたいな色が売ってるのかな。昔はこういうブルーだったんですね。あとはこのポールハンガーっていうんですかね、上着とかバッグとかあと帽子なんかかけるのにとても重宝していますし、結構可愛いのでこれおすすめです。やっぱね子供はかけやすさ大事だと思うんで、これだとさっとかけられてさっと取れるので非常に便利だなと思います。ブラックも売っています。前回のルームツアーした時に夜の雰囲気も見たいよっていうお声をいただいたのでちょっと一応撮ってみました。iPhone で撮影してるんですけど明るさが結構補正されちゃってなんか暗くしようと思ったら暗く映るんですけど、結構ね夜の雰囲気で撮るの難しいなと思います。
天井の照明は使っていなくって、フロアランプとテーブルランプなどなどを使っています。天井からの照明だけだとのっぺりしちゃうので、必要なところに必要な明るさを追加するようにしています。朝7時です。キッチンの様子を撮影しようと思います。 IKEA の Wi-Fi スピーカーが結構お気に入りでして、 IKEA 推しアイテムナンバー5かもしれない。結構低音が効いてていい感じです。ソノスとのコラボスピーカーでこの値段で買えるのはさすが IKEA だなと思います。こちらのシェルフはモスランダーというシェルフを逆さまにつけています。別の動画で詳しく設置方法を紹介していますので、ぜひご覧ください。こちら最近購入した IKEA のバスケット、キウイとか入れてます。あと最近食器棚見たいっていうお声いただいたので、一応紹介しますと、あんま変わってないんですけど、バリエラという IKEA の棚で仕切ってます。2種類使うとこういう風に伸縮できて、端から端まで渡すことができます。伸びた時のサイズなどは公式サイトに書いてますのでご覧ください。こちらこの間紹介したストックホルムのプレートなんですけど、薄すぎて1枚ずつ取れないという難点があります。この大きなプレートもめっちゃ気に入ってます。何かとね、敷くだけでおしゃれになるのでいいですよ。こちらは保存容器とかをしまってます。最近のお気に入りはこちらのグラスでして、 IKEA のレストランでもよく使われてるんですけども、個人的推しアイテム第3位でございます。でこちらにもさっき紹介したバスケットあるんですけども、こちらはお菓子入れにしています。程よく中身が見えるんで、存在を忘れなくていいですよ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またすぐ次の動画でお会いしましょう。